どうもベルです。今回は Doomsday のヒーロー詳細解説ということで、チュンについてやっていこうかなと思います。チュンなんですけども、一言で言ってしまえば、第2世代までのヒーローの中で、最強のヒーローです。火力がもうあまりにも高すぎるヒーローです。チュンが解放されたら、もう使わない理由って、もう正直ないレベルのヒーローで、彼女を使う側でももちろんなんですけども、逆に相手が使ってくることってかなり多いので、そうなった時に、じゃあこのヒーローの特徴を知っておけば、じゃあその対策とかも取りやすいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では彼女のスキルから見ていこうかなと思うんですけども、まずはレイジスキルですね。覚醒すると、強化されるタイプのスキルなので、覚醒後の値でお送りしようと思うんですけども、ダブルキルというスキルで、一直線に2体の敵に対して13000のダメージを与えてかつ、その際、1体にしかダメージが当たらなかったら、25%ダメージが増加します。もう皆さんお分かりだと思うんですけども、あまりにも火力が高すぎますね。同じ第二世代で、めちゃめちゃ高い火力と、移動速度、兼ね備えた、かなり強いヒーローの、ベラを比較対象にしていこうかなと思うんですけども、ベラって、単体で13000なんですよ。で、それに対して、チュンっていうのは、13000のダメージが、2体に当たるか、ダメージが25%アップで、実質的なダメージ係数が、16250の攻撃が1体に当たるかっていうところで、ほんと、レイジスキルの火力だけで見ると、もう圧倒的にチュンが優勢なのがわかるのかなと思います。ただチュンはその一方、欠点もありまして、必要レイジが1200なんですね。必要レイジって、リーダーにしてるヒーローの必要レイジに依存するので、じゃあリーダーを1000レイジで、発動できるヒーローにしておけば、1000レイジで発動できるんですけども、そうすると、チュンのレイジスキルの火力っていうのは半分になってしまうので、そこはかなりネックになってしまうのかなと思います。それと、チュンをリーダーにして、アシスタントに、必要レイジが、1000のヒーローを使った場合でも、アシスタントのレイジスキルを打つには、1200レイジが、必要になってしまうので、そこはちょっと欠点になってしまうのかなと思います。ただ、その欠点があっても、あまりある、レイジスキルの火力がありますし、第2、第3、第4スキル、こちらももう非常に優秀なスキルが、揃ってますので、チュンが弱いということは、一切ないのかなと思います。またこれを踏まえた上で、チュンをリーダーで使うべきか、アシスタントで使うべきかについては、最後に組ませるヒーローとともに、お伝えしていこうかなと思いますので、残りのスキルを先に、見ていこうかなと思います。では、第2スキルですね。報復というスキルで、ちょっとこれ私も実際に使うまではちょっと勘違いしていたスキルなので、詳しくお伝えしていこうかなと思うんですけども、まず、スキルダメージを受けると、100レイジ、回復するのはもう、言葉通りなのでいいですね。ただ、問題なのが、この沈黙効果です。沈黙効果って、そもそもなんだという方が多いと思うので、先にご説明させていただこうと思うんですけども、沈黙効果というのは、レイジスキルの発動を封じる効果です。これだけ聞くと、もうなんかすごい強い効果のように聞こえると思うんですけども、僕も実際そう思ってたんですけども、致命的な欠点があります。それは何かと言いますと、この沈黙効果が、相手にかかる契機というのは、相手からレイジ攻撃を受けた時ですね。じゃあその時って、もう敵のリーダーのヒーローからのレイジスキルを受けた時に、発動するわけなので、沈黙状態に相手をすることができたら、じゃあアシスタントのレイジスキルを打てなくすることはできるんですけども、ここで本当に致命的な欠陥がありまして、これ3秒したら打てちゃうんですよ。ちょっと実際の戦闘レポートの戦闘ログを見ていただきたいんですけども、お気に入りにある、もうちょっと下の方ですね。こちらのレポートなんですけども、で、もうちょっとすいません、下の方にありまして、こちらですね。ちょっとこちらの戦闘ログ見ていきたいんですけども、まず、戦闘開始後、9秒のタイミングで、報復のスキルが発動していまして、もうちょっと下の方ですかね。ここですね。相手のアダットのレイジスキルが発動して、
で、こちらのチュンの報復のスキルが発動しまして、相手のアダットが沈黙効果を受けているわけなんですけども、ただ、あの、今、戦闘開始後9秒のタイミングでこのことが起こってるんですけども、で本来であれば、レイジスキルって、リーダーのレイジスキルが発動した、次の戦闘シーン。つまりこの場合だと、10秒のタイミングですね。そこで、相手のチャーリーのレイジスキルが発動するわけなんですけども、まあ、発動せずに。ただ、この13秒のタイミングで、アシスタントレイジスキルって打てちゃってるんですよ。ここですね。これってもちろんアダットのレイジが溜まってるから打ってるわけではなくて、沈黙で一時的に封じてたスキルを打ってる状態なので。で、これ本当にもう、3秒封じるだけって、もうそんなに意味がなくて。結局相手からダメージ受けることには変わりないので、この沈黙効果っていうのはあまり、大きな効果ではないのかなと思います。まあ、もちろん、その3秒の間、敵のアシスタントヒーローのレイジスキルからの、攻撃を受けてない状態で、戦闘できるわけなので、じゃその分兵士が残っていって、まあ、攻撃力が出せるということで、まあ、意味が一切ないわけではないんですけども、おそらく皆さんが最初想像していたよりかは、はるかに効果は低いのかなと思います。ただ、まあ、この第2スキルって、レイジを100回復させるスキルと割り切っちゃえば、全然優秀なスキルなんですよね。なので、このスキル自体が、弱いということは、第2スキル全体として見て弱いっていうことはないのかなと思います。では、第2スキルは、これくらいにしておいて、第3スキルを、見ていきたいんですけども、戦闘エリートというスキルで、戦闘中に、射撃の HP と、攻撃を 20% ずつ、上昇させてくれます。先ほどと違って、まあ、単純なスキルではあるんですけども、まあ、合計で 40%、上げてくれるというところで、まあ、非常に優秀なスキルなんじゃないかなと思います。では、第4スキル、見ていきたいんですけども、耐久性という名前のスキルで、スキルダメージが25%増加して、移動速度が30%増加します。いや、もうこれ、めちゃめちゃ優秀ですね。一応射撃部隊を率いてる、射撃部隊のみを率いてる場合という条件はあるんですけども、まあ、そもそもチュンって、射撃の端子でしか使わないので、まあ、そこっていうのはもう全く問題ではなくて、とにもかくにも、スキルダメージが 25% 上がっていくっていうのが、もう非常に大きいです。チュン自体が、レイジスキルで圧倒的な火力があるというところで、まあ、非常にシナジーがありますし、組ませるヒーローも、レイジスキルで、ダメージを出していく、系のヒーローと組ませることが多いので、そちらとも非常に相性がいいのかなと思います。また合わせてついてくる、移動速度 30% アップというのも、まあ、非常に良くて、まあ、野戦で役立ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、なので、レイジスキルから、もう第4スキルまで、もうこれ正直全部優秀ですね。必要レイジが多かったり、まあ、沈黙効果が思ったものよりかは弱かったり、まあ、欠点がないわけではもちろんないんですけども、それをもう、あまりある火力があるので、総合すると、まあ、非常に優秀なヒーローであると言えるのかなと思います。では、かけらの入手方法を見ていこうかなと思うんですけども、こちらはもう第2世代ラストでのラッキールーレットか、あとは伝説のハンターですね。そちらで入手することができまして、まあ、とりあえず入手さえしちゃえば、レジェンドのかけら使って上げていくことができますので、もうラッキールーレットが来たら、もう入手だけは絶対にしていただくのがいいんじゃないかなと思います。では、スキル上げの優先順位を見ていきたいと思うんですけども、運営さんのおすすめは、1、2、4、3ですね。ただ、私のおすすめは、1、4、2、3です。まず、レイジスキルを最優先で上げていくのは同じですね。レイジスキルを上げないと、もう話にならないので、チュンの優秀さの半分って、もうこのレイジスキルであると言っても、もう過言ではないので、レイジスキルを最優先で上げていいのかなと思います。で、2個目のスキルなんですけども、まあ、ここって、まあ、運営さんとしては、まあ、沈黙効果を強く見て、2番目で上げていくようにお勧めしていただいてるんだと思うんですけども、ただこれ、もう実際に使った側からすると、そうではないので、本当別に、結局、
3秒封じるだけで、発動しちゃったら、そんなに意味はないので、それよりも、スキルダメージを上げていった方がいいんじゃないかなと思います。ただ、スキルダメージをメインで、削っていく都合上、レイジを回復させてくれること自体は、もう両手を上げて歓迎したいスキルなので、攻撃と HP20% アップよりかは、第2スキルを優先して上げていっていいんじゃないかなと思います。また、最低運用ラインになるんですけども、正直、もうレイジスキルだけ上げておけば、ぶっちゃけ第一世代よりかは正直強いです。ただ、チュンの強さって、もうこのスキルダメージアップの部分もかなり大きいので、レイジスキルと合わせて、4スキルも上げていくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、ほんとめちゃめちゃ強いヒーローなので、個人的には、覚醒を目指していくのがおすすめなのかなと思います。では次に、才能ですね。で、才能なんですけども、もう、ルイと変わらないです。スキルツリーをマックスで振っていって、射撃ツリーのスキルダメージアップを取っていく。これで、レベル60になった時に触れる才能ポイントの上限、ちょうどになりますので、こちらでいいんじゃないかなと思います。で、一応振っていく順序なんですけども、まず、スキルツリーを寄り道なしでラストまで取っていただいて、で、その次に、こちらの射撃ツリーのスキルダメージを取っていただいて、最後に、このスキルツリーの枝分かれをした部分、この両刃の剣ですね。そちらを取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。では、最後に、組ませるヒーローと、リーダーで使うべきか、アシスタントで使うべきか問題について、語っていこうかなと思うんですけども、まずは、組ませるヒーローですね。で、ここについては、もう正直、今の段階では、ルイ一択です。一応第3世代の、ジュリアが来たら、ジュリアと組ませる可能性も、あるとは全然思うんですけど、チュンが、チュンを使えるようになってから、もうジュリアが使えるようになるまでって、かなり時間があるので、そこは一旦、考えなくていいのかなと思います。で、なぜルイと組ませるかと言いますと、互いに、レイジスキルがもうめちゃめちゃ強いヒーロー、かつ、スキルダメージアップを持ってますので、もう相乗効果がもう半端じゃないんですね。また互いに、範囲ダメージ持ちということもあって、もう集団戦にもうバンバン突っ込んでいくことができて、運営さんとしては一応ジョニーも、お勧めされていたかなと思うんですけども、これじゃないですね。ジョニーの方で、ベラと組ませること、すいません、ジョニーの方でチュンですね。と組ませることをお勧めしたりしてるんですけども、もう基本的にはもうルイ一択でいいのかなと思います。で、ルイについては、以前詳細解説を投稿しておりまして、概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はそちらよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。で、またリーダーで使うべきか、アシスタントに使うべきか問題なんですけども、こちらは、ケースバイケースです。普通に野戦するときは、1200レイジ必要になっても、チュンをリーダーにした方が、もう圧倒的に火力が出るので、チュンをリーダーにしていきましょう。ただ、一撃離脱戦術をする場合、こちらの、レイジスキルだけ、相手に当てて、相手にレイジスキルを打たせない戦闘法ですね。一撃離脱戦術って、そもそもなんだという方は、概要欄に、そちらに、そちらを解説したリンクを貼っておりますので、ご視聴いただけると嬉しいなと思うんですけども、その時に、レイジスキルを打つのに、1200レイジ必要だと、相手のレイジスキルを受けちゃうので、そう考えるともうルイをリーダーにしていただくのがいいんじゃないかなと思います。ただそれでも、第4スキルのスキルダメージ 25% アップの効果は乗っていきますし、これまでルイって、アケミと、こちらですね。組ませてたと思うんですけども、アケミと組ませるよりかは、もう圧倒的に火力があるので、チンを使って、チンをアシスタントとして使っていって、全然いいのかなと思います。はい。ということで、今回は、第2世代最強ヒーローの、チュンの詳細解説を、お送りしてきたわけなんですけども、本当に強いヒーローで、育成してるとしてないとで、本当に強さが、変わってくるヒーローです。なので、もうぜひ育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、最近 X の方も、始めたので、概要欄よりフォローしていただけると嬉しいなと思います。では、
バイバイ。